こんにちは、ゆかです。なんだか久しぶりにノーションの動画を作る気がするんですけど、ノーションの最近の進化が本当すごいんですよ。最初にノーションにハマった時からもう何年も経っているんですが、今現在はノーション3.0時代に入っています。3.0時代はもう AI がすごいことになっております。ノーション AI の凄さは一般的な AI ではなく、すでにノーションに入っている知識や情報を全て知っている AI だということです。まさに会社やチームのブレーンのような存在になります。ノーション AI 自体はちょっと前からあったんですけど、結構ね、いろいろとノーション AI の中でもできることが増えているので、ちょっとまず最初にノーション AI について整理していきたいんですけど、まずね、文章を書いたりとか要約したりとかページの内容について質問することができるノーション AI というものがあります。次に画面の右下にもある顔のアイコン、このすごい可愛い子がずっといるんですけど、この顔のアイコンから呼び出せる AI がパーソナルエージェントと言います。これも一応ノーション AI の一部にはなるんですけど、こちらはチャット形式で指示を出したりすることができて、そのページから離れずに AI に様々なタスクをお願いしたりだとか、そういったことができるようになります。ページを作ったり、情報整理をしたり、データベースを直接いじることまでできちゃいます。そしてチームや業務フローのための新機能がカスタムエージェントです。これは特定の役割を与えたり、権限を与えたりして、トリガーも設定して、これが起こったらこの仕事をしますというように実行できる AI エージェントです。今お話しした3つの AI 機能は実は組み合わせて使うこともできちゃいます。例えばカスタムエージェントを作るときにパーソナルエージェントのチャット機能を使ってこういうエージェントが作りたいですよっていうのを会話形式でお願いしたりして作ることもできます。なのでこのカスタムエージェントについてこれからお話ししていくんですけど、なんか一瞬すごく難しく感じるかもしれないんですけど、実はチャット形式で何でもできちゃうので、あまりこの詳しいテクニカルなことは知る必要がなくて、本当にやりたいことが明確であればかなり簡単にできちゃいます。ということでこの動画ではカスタムエージェントについて深掘りしていきたいんですが、カスタムエージェントは一度この仕事をやってくださいと決めておくと、いちいちお願いしなくても特定のトリガーをもとにその仕事を走らせてくれるというのが特徴です。トリガーというのは時間でもいいですし、私が何かアクションをしたらということもでもいいですし、何かデータベース上で変化があった時とか、いろいろとそのトリガーになるものを設定することができます。で、ちょっと早速ユースケースを見ていきましょう。まずエージェントの作り方は本当に簡単で、このね、エージェントっていうところに行ってプラスボタン、ここから作ることができます。ノーションが用意してくれたりとか、他のユーザーが作ったテンプレートみたいなものもここでも使うことができるので、マーケットプレイスに行くといろいろなテンプレートから使うことができます。ここから作ることも可能ですし、このチャットのところにこういうエージェントが作りたいですよっていうこともできるし、もしくは全く白紙の状態から作ることもできます。おすすめはですね、ここからこのチャットでもう何をやりたいですって話し始めちゃうことが多分一番簡単だと思います。まず最初のユースケースとして私が作ったものをお見せしたいんですけど、テックニュースリンク整理エージェントを作りました。実はこれはこのチャットをもとに作ったんですけど、そもそもね、ゆかすたポッドキャストっていう私がやってるポッドキャストの今週のテックニュースを毎週紹介するポッドキャストをやってるんですけど、そこでいろいろね、いつもリンクを集めてこう台本的な感じで貼り付けているノーションページがもう今何回目だ、150回ぐらいやってるので、すごいたくさんページがあるんですよ。で、そこで紹介したリンクを後から探すのが結構難しいというかめんどくさいんですね。前にもこれに関連した話をしたことある気がするけど、ちょっとパッとどのエピソードか分かんないし、何を話したかすぐに検索することができないっていうのがちょっと困ってたんですよ。なのでまずこのエージェントを作る前にそもそもノーション AI にお願いして、今まで紹介したリンクを全部データベースに移行してくださいというのもお願いしました。すごい助かったんですよね。これ手動でやるのめんどくさすぎて今まで放置してたので、
Notion AI が全部一気にやってくれてすごい助かりました。でこれいろいろちょっとバーって話していたんですが、途中でこのデータベースにリンクを追加した時に自動で情報を取ってきて埋めてくれるエージェントを作りたいです。どのようにカスタムエージェントの作成をプロンプトすればいいかを考えてくださいというふうにチャットで聞きました。でそれをもとにいろいろと考えてくれて、カスタムエージェント用のプロンプト案も考えてくれました。バーッといろいろ考えてくれて、ここから直接できるのか分かんなかったので、ここから直接これ今考えてくれた内容でエージェント作れるんですかって聞いたら、作れますということで、ここでもう作ってくれました。すごいですね。でここから作ってくれたのがこのテックニュースリンク整理エージェントです。このね右上のところにセッティングというのがあるので、ここで設定を見ると、このエージェントのカスタムインストラクションというか、何をするエージェントなのかっていう、手順とか知っておくべきルールみたいなものが全部ここに入っております。でさらにトリガーとしては、このチャットでリンクを送るとこのエージェントが走るっていう風になっているんですが、他にもいろいろとトリガーを追加することができます。今週のテックニュース、新しい URL が追加された時のトリガーもちょっとじゃあ追加しておきます。このようにね、複数のトリガーを入れることもできます。このエージェントに関して Web アクセスありますか？ URL のリンク先を見てきてほしいので Web アクセスありますということとか、このエージェントは誰が見れてどのデータベースにアクセスがありますかっていうのをここで細かく設定することができます。 Notion AI は特定の LLM モデルに依存せず使うことができます。オートで選んでもらうこともできるし、お気に入りのモデルがあればそれを指定することもできます。オートにしておくと、このタスクに一番合っているものとか、一番効率がいいもの、コスパがいいものを選んでくれます。という感じでね、設定したエージェントなんですけど、1個リンクをこんな感じで貼って送ってみます。そうすると出てくるのがこんな感じで、このリンク先には Notion が iPhone 向けの新アプリエージェンツを公開しましたというニュースを持ってきました。私がお願いしていた通りに、ここにねデータベースの中に新しいページを作ってくれて、 URL を入れるとタイトルをまずつけてくれて、企業やサービスを関連付けてくれて、要約も入れてくれて、ここに出典とかポイントを追加してくれます。めちゃくちゃ便利でしょこれすごくないですか？次にお見せしたいのが、私の E メールをマネージしてくれる E メールマネージャーです。Notionにコネクションを作ることができて、いろんなサービスとつなげることができるんですけど、この場合はGmail とか Outlook とかいろいろとメールに関するアプリとつないでできる一例です。私は Gmail につないでいるんですけど、一応今トリガーはまとめをくださいって言うとできるようになっています。ということでこんな感じでまとめてくれております。多分ね全部モザイクにしなきゃいけないんですけど、ガチの私のインボックスから引っ張ってきたメールの情報なんですけど、こんな感じでメールをまとめてくれます。でしかもすごいのが Gmail とつながっているので、このメールに対して返信をドラフトしてくださいとか、こうやって返信してくださいと Notion AI にこのチャットでお願いするとできちゃうんですよ。一番のメールに興味があることを伝えるメールをドラフトしてくださいというと、先ほどまとめてくれていた1番目のメールに関する情報を持ってきて、こんな感じで、しかもここのね Send E メールっていうボタンを押すと、もうそのまま Gmail 上でも送信されてしまいます。すごいでしょ？だから Notion から出なくてもメールの処理ができてしまうというね、すごいことになっております。という感じで、この例は他のサービスとつなげてメールとかカレンダーとか、他にもね本当にめちゃくちゃいっぱい皆さんが使っているソフトウェアにつなぐことができるので、その外部サービスを組み合わせたりだとか、Notionにある知見とつなげたりとか、いろんなことができちゃうので、これできるかなと思ったことをまずはね Notion AI に相談してみると、意外にエージェントでできちゃったりします。最後3つ目のユースケースとしては、今週の予定を毎週月曜の朝にまとめて教えてくれる今週の予定エージェントくんです。この子は本当に名の通り、毎週月曜日の朝にカレンダー予定、タスク、進行中案件、優先度の高いメールをまとめて、今週の予定という新しいページを
自動制作してくれます。裏側がどうなっているかというと、ここにトリガーがあり、ここにやることが書いてあり、こういうふうにサマリーしてくださいねというインストラクションが書いてあります。私のタスク、プロジェクトなどなどいろいろな情報が入っているのがこのデータベースなので、それをシェアしておりまして、そこの情報を取ってくることができます。で、メールやカレンダーもここでシェアしています。これを走らせるとこんなページを作ってくれて、1週間の予定を月曜の朝にパッと確認することができます。ということで3つのユースケースを紹介しましたけど、本当に全て簡単に作れちゃって結構私もびっくりしました。チャットからやったものもあるし、白紙からスタートしたものもあるんですけど、結局どの入り方をしてももっとこうしてほしいとか、一回やってみてもうちょっとこういう書き方してほしいなっていうのをチャットでフィードバックすればいいので、めちゃくちゃ簡単に面倒くさくなくできました。それもすごいポイントですよね。気になるお値段の話をしていきたいんですが、まずね、カスタムエージェントが使えるノーションのプランがビジネスプランとエンタープライズプランになっています。さらにこのクレジットという AI 用のクレジットが必要なんですけど、月額1000クレジットあたり10ドル必要になります。で、これをアドオンとして購入して毎月リセットされます。繰り越しはされないんですけど、ワークスペース内で共有できるので、チームの中で使えるというような感じです。先ほど紹介した各種 LLM は追加料金なくノーションのサブスクやクレジットを通して使うことができます。クレジットの消費量はそれぞれのエージェントによってどんなことをさせるかとか、どれぐらいステップがあるかとか、どのモデルを使うかによって全然消費が変わってくるんですけど、一つ一つのエージェントがどれだけ使ったかっていうのをチェックする部分もありまして、エージェントページの上のところにクレジットというボタンがあるので、そこから今月どれだけ使ったかとかっていうのを確認することができます。月の上限というのも設定することができるので、各エージェントに天井を設けて、これ以上のクレジットを使っちゃダメだよっていうふうに上限をつけることもできます。設定ページから今月どれだけ使ったかっていうのも確認できるので、今月足りるかなみたいなことを確認することもできます。さらにちょっとね、このクレジット消費より抑えたいよっていう方は、そもそもエージェントを作る前に Notion AI でプランモードというモードがあるので、そこで作成したいエージェントの内容を入力して相談すると、だいたいこれぐらいのクレジットが消費されそうですよっていうのを Notion が概算を提示してくれるので、そういったものをうまく使ってエージェントを動かしてみなくてもこれぐらいかなっていうのを試算することができます。このカスタムエージェント以外の Notion AI、例えば AI ミーティングノートとかその他の Notion AI 機能はこのクレジットに含まれないので、 Notion AI のクレジットを使い切ってしまってもビジネスとエンタープライズプランに含まれている Notion AI の機能でしたら引き続き使うことができます。私の場合はおそらく月に1000クレジットで足りそうな感じがしてるんですけど、今のところそのチームとかどれぐらい複雑なエージェントを組むかとか、どれだけたくさん組むかによって消費量がかなり変わってくると思うので、ちょっとね、一概にこれいくらですよっていうような料金プランではなく、使い方によってちょっと値段が変わってくるというような料金体系になっています。ということで Notion のカスタムエージェントめちゃくちゃ面白いし、すごく便利だと思いました。特にね、Notion の中に知見が溜まっていたり、Notion をベースにいろいろとお仕事されているチームの方、結構ね、うちのチーム本当にまさにそれなんですけど、そういった働き方をしているチームにとてもおすすめです。カスタムエージェントを導入することによって細かいタスクとかめんどくさいタスクとか、なんか繰り返ししなきゃいけないレポート系のものとか、そういったことを全部自動化できるし、何よりもね、この Notion の中にあるたくさんの情報を使って AI を動かせるっていうのが一番の魅力かなと思います。チームメンバーと共有して使えるので、本当に人が一人増えたみたいな感じでいろいろとタスクを任せることができます。カスタムエージェントについてもっと詳しく知りたい方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。もしこの動画面白いと思っていただけたらいいね評価やチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。もしカスタムエージェントについて何か他に質問があればぜひコメント欄でも教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。
going alright. Ooh, I just made them look twice. This is how it feels when you living that good, good life. I'm just living that good, good life. I'm just living that good.